こんにちは。雲仙普賢岳に登りたいと思っています。昨晩五島列島から船で戻ってきて、長崎市内で車内泊して向かっている最中です。五島を戻ってすごい体調悪くて、普賢岳ロープウェイ使えるのでコースタイム2時間少し短いので、普段なら全然余裕なんですが、絶不調でじりじり向かってたら綺麗な朝日に出会いました。ちょっとお楽しみください。普賢岳ロープウェイには似た峠を通っていきます。入り口で環境保全協力金が必要です。途中景色が良さそうなところを発見したので寄り道。カーナビで普賢岳ロープウェイを設定したのが全然違う場所に案内されて、 Google マップでなんとかここまでやってきました。体調悪いせいでフラフラ。カーナビ案内違うし、すごいくねくね道で、ほんと合ってるの？車も多く結構いいスピードで上がっていくんですよ。道も岩が出っ張ったりしていて、そこで軽くすっちゃって、音も音楽かけていたから気にならず、この後駐車場ついてみるとびっくり。携帯も駐車場では電波なく、しんどいし困っちゃいました。はい、似た峠を登り切り、普賢岳ロープウェイ駐車場に着きました。駐車場は広々しています。はい、おはようございます。今、普賢岳のロープウェイの駐車場にいます。今日はちょっと体調悪くって、登るか登らないか悩んだんですけど、ちょっとロープウェイを使って登りたいと思います。行ってきます。まずはロープウェイ乗り場に向かいます。乗り場までの坂道でかなり疲れちゃってます。雲仙普賢岳は平成7年に噴火活動が終わり、大きな溶岩ドームができ、それを平成新山と命名されました。ではそろそろ乗らないとね。こちらで切符を買います。とりあえず私は片道で買いました。気持ちは登りたいんです。ちょうどこの辺りが紅葉しています。綺麗ですね。上はどうなってるかな。始発は8時31分です。下り最終が17時23分です。約3分の空の旅のスタートです。12分前に運転しているようですが、満車になると出発、空いていると少し遅くなるような感じでした。今日は平日なので空いていてゆっくりめの出発でした。はい、妙見岳到着です。おー、いい景色ですね。絶不調ですが、雲仙自体が長崎の奥で何気に行きにくいんですよね。それもあって天気もいいし、このチャンスは逃したくない。そう思ってきたので頑張って登りましょう。ロープウェイを降りて階段を登っていくと山頂展望台があります。観光の方はここを見に来ているんですよね。望台からは島原半島を一望できます。今日は遠くはガスって見えないですが、天草、桜島も見えるらしいですよ。展望台に自販機ありますが、少し高くなっていました。では今からトイレ紹介です。こちらは男女共用で全部和式でした。妙見岳山頂はすぐそこなので、まずはそこを目指します。ロープウェイ駐車場トイレ取ったつもりだったのですが、フラフラしていたせいか映せていませんでした。とりあえず情報としては、ロープウェイ駐車場展望台トイレよりずっと綺麗です。駐車場でちゃんと済ませておいた方がいいです。妙見岳展望台まではこの階段が続きます。はい、展望台到着しました。ここまでもきつい。普賢岳は島原の真ん中に位置します。きついけど登山気分は高まってきました。なのでやっぱり先に進みますよ。今日はロープウェイを使って妙見岳、国見岳を登って、最後に普賢岳を登ってロープウェイを使わずに下山する予定です。お、妙見神社が見えてきました。ここまではロープウェイ展望台から5分ほどです。向こうでもここまでは来やすい道なりです。ではお参りしていきましょう。
先に進みますよ。今回のコースタイムは2時間ちょっとです。ロープウェイで登れるし軽めの山と思ってきてますが、こんな風に書かれてますね。どんな感じなんだろう。楽しみですね。道なりも妙見岳までとそれほど変わらず、ほぼ平坦な道が続いています。歩きながらこんな景色が見えますね。向こうは長崎市内の方です。妙見岳から20分ほどで国見別れ分岐につき、ピストン往復20分で国見岳寄り道できます。国見岳寄っていくかどうか悩みましたが、寄っていくことにしました。すれ違う人みんなが寄るようで面白いようです。登り始めると急に道が険しいです。海が見えます。四季が良くなってきました。大蔵よりダメな鎖です。はい、鎖登り切りました。体調悪い時の鎖は厳しい。やっぱりちょっとがすっていますね。遠くは見えにくいですね。はい、到着しました。登ったよ。次は雲仙の方です。はい、下山します。結構急でしょ。滑らないように気をつけながら行きます。体調が普通の時だったらここかなり面白い感じがします。今日はかなりきつかった。はい、なんとか国見別れの分岐に戻ってきました。左に曲がって雲仙普賢岳です。ここから雲仙山頂まで40分です。ここから一気に下っていくのですが、その前にチャンネル紹介です。野外活動部は山と旅を行きやすく、行った気になる動画作ってます。登山や旅行好きはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。途中しんどくなったらロープウェイで下ろうと思っていましたが、これまた登るの嫌ですね。もうここまで来ちゃったら時間かかっても登るしかないですね。本当は風穴の方行ってくるっと回っていきたい気持ちはあるのですが、さっきの国見岳でだいぶやられた。どうしますかね。神谷口に到着。ここで風穴回っていくならここを下っていきます。今日はちょっと無理そうなのでもみじ茶屋の方に向かいます。もみじ茶屋までは登って降りてすぐです。普賢岳、ここから登っていきますよ。普賢岳は標高1359メートル。雲仙普賢岳と言いますが、雲仙岳は普賢岳、国見岳、妙見岳、野岳、九千部岳などをまとめて言う言い方です。また前半に出てきた平成新山は普賢岳の横から噴出してでき、標高1483メートルで雲仙岳の最高峰になりました。鎖が現れましたが、さっきから続いているような大きめの岩を登っていく道なので、登りは鎖の必要はありませんね。こんな感じの道が続きます。お、祠がありますね。ここが最後の分岐になります。ここからあと25分で到着です。道の感じは変わりません。ちびちび休憩しながら登っていくと空が一気に開けます。ここが山頂？奥を見上げると山頂標識が立っています。ひと踏ん張り。はい、普賢岳です。着いたよ。奥に見えるのが平成新山ですね。三角点に周りの景色です。山頂は想像より広々しています。では下山していきます。のんびりしてもいいんですが、下山も結構長い。
実はもうかなりバテバテなんです。明るいうちに帰れるかわからないので、あまり山頂へのんびりせずに下山していきたいと思います。先ほどの分岐まで戻ってきました。いつもなら下りだと楽々って感じなのですが、ここまででもかなり必死。しんどすぎて動けない。なんとかもみじ茶屋まで来ました。しんどい。たっぷり休憩したので頑張りましょう。道は穏やかな下りが続きます。ロープウェイを使わず普賢岳を最短で登るにはここを登ってくる感じです。結構この時間でも登ってくる人がたくさんいました。朝に駐車場で傷を発見した件ですが、こんな感じでフラフラで下山してさらに大変でした。レンタカーだったので下山して電波届くところで一応連絡したんです。それで済むかと思ったら、警察に連絡してと言われ、連絡すると現場検証が必要と言われ、再び似た塔を登っていくことに。とはいえ吸ったのもいまいち気づいていなく、どこの岩で吸ったのか、警察の人とここかと探すはめに、ちゃんとしなきゃいけないのもわかるけど、ちょい傷らし保険のためだろうけど、大きくくくって似た峠ではダメなのでしょうか。場所探しと警察とのやり取りでもうその日は完全ノックアウトになってしまいました。なんとか6合目まで降りてきました。ロープウェイ駐車場まであとやっと少し。道には頻繁にさっきのようなベンチがあり、非常に助かりました。はい、この鳥居をくぐると着いたも同然です。こちらが雲仙神社です。1990年の噴火で山頂の神社が火山灰に埋もれ、この場所に仮の拝殿が建設されたのでした。なので新しい感じです。御朱印は温泉街の温泉神社でもらうことができます。はい、戻ってきました。はい、下山してきました。今日の登山はちょっと辛かったです。では今日は終わりにします。バイバイ。ちょっと車で休んだので駐車場にある売店を覗いていきます。いつものコンビニ紹介ですが、温泉街には山崎ショップがあるくらいです。似た峠のゲートが開くのが8時からで、この売店は8時半からなので、ちょっとしたものであればここでも良い感じです。おにぎりとかそういうものは買ってきた方が良さそうですね。今日は雲仙よか湯です。有名どころだと雲仙古事国温泉館が有名ですが、そちらは以前行ったので規模は小さめですが露店があり安いということで、こちらで選んでみました。安い分アメニティとかはありませんね。こちらが内湯です。もちろんシャンプーとかはありません。こちらが露天風呂です。露天の方は2人3人はきついかなってくらいの広さです。湯加減はちょっとぬるめ、出るとこはちょい熱くらいかな。使って見える景色はこんな感じです。小さいけど一人でのんびりしたかったので、ここのお風呂具合でちょうど良かったです。氷具合はこんな感じです。登って警察対応してバテバテでしたが、温泉で少し復活しました。ほんとレンタカーこすると大変、目立つとこな上、ピカピカの車だったから仕方ないけど、この後熊本へフェリーで向かいます。その様子はまた次回。今日はこの辺で終わりにします。
バイバーイ。次回は日曜18時から有明フェリーです。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです。ここをポチッとお願いします。できましたか？ここです。していただけた方ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。